世界のジャパンチャンネルへようこそ。皆さんは子供の頃に教えられて今も守り続けていることや気をつけていることがありますか？子供の頃に教えられたことは案外大人になっても覚えているものですよね。韓国では日本人へのなりすましが後を絶ちませんが、ここにも幼少期に受けた教育が関係しているんだとか。今回は日本人になりすます韓国人に関する話題と、このニュースを知った海外の人たちの反応を私リリーのナレーションでご紹介させていただきます。日本人が韓国人に感じている不満の一つとして、日本人へのなりすましが挙げられるでしょう。韓国人が日本人を名乗る際、その多くが外国で間違いを起こしたり悪いことをしたりする時なんだとか。しかしこれを指摘された韓国人は大抵、大げさに一部の事例を誇張しているだけだと否定します。実際これを見た多くの日本人も、さすがにそれは大げさなのではないかと感じる人が多いかもしれません。一般的な日本人ならこう考えるのは当たり前です。他国の人になりすまして悪い行いをなすりつけるようなことは常識的にありえない行いであり、現実にありえるなんて想像できないでしょう。自分が生きてきた中で経験し習得したアイデンティティの範囲外の出来事は現実として捉えにくいものです。これは日本人に限らず大抵どこの国の人も同じだと思います。しかし韓国人が何か問題を起こし日本人のふりをするのは実際にあるケースなのです。ではなぜ韓国人は平気でこのような行いをするのでしょうか？その理由は彼らが育つ環境に大きな要因があります。韓国の学校や家庭では小さい頃から外国で悪いことをしたら日本人だと名乗りましょうと教わって育つんだとか。小さい頃というのは物事の善悪がまだわからない真っ白な状態です。その時期に大人に教えられたものはその子の価値観、常識としてほぼ永遠に心に刻み込まれます。そもそも私たち日本人が他者を騙す行為を恥じるべきと感じるのは、学校でも家庭でも子供の頃からやってはいけないことと教育されて育ち、そういう倫理観を持って大人になるからです。しかし、韓国では学校や家庭で逆のことを教わって育っているため、恥じるべき行為だという感覚を持っていない人が多いのですね。悪いことを悪いと教えてもらえなかった子供が、やがて大人になり、また新しく生まれてきた子供にも同じように教育をします。これが繰り返されることで、何とも恐ろしい教えが当たり前になってしまったのです。ここからは韓国人が日本人へなりすまして起こしたいくつかのエピソードをご紹介します。数年前、韓国のバラエティ番組に出演していた俳優が、悪いことをするとき、私は日本人だと言うんだと発言し、その場は大爆笑。もし日本人が同じような発言をした場合、大変な騒ぎになるでしょう。また同じ番組で、他人の足を踏んだらどうするかと司会者が会場に尋ねると、一斉にすみませんと日本語が返ってきました。これを多くの人が笑って見ていられるほど、韓国の価値観は日本や他の国々と違っているのです。さらにこんなエピソードもあります。2004年、アテネオリンピックの体操競技において、アメリカの選手が韓国人選手に逆転勝利し、金メダルを獲得しました。この結果に不正を感じた韓国人は、選手や審判に猛抗議。しかし、抗議の内容は認められず、その後、アメリカ選手のホームページに誹謗中傷が殺到したといいます。その時、多くの韓国人が日本人のふりをしていたのです。また、他にもこんなことがありました。それは、ソチオリンピックの女子フィギュアスケートでのことです。韓国人選手が期待に反して銀メダルで終わると、判定が不公平だと不満が爆発。その際、韓国では、多くの日本人が疑惑の祭典で韓国人がかわいそうだと主張しているといった報道がされました。しかし実際には日本国内でこのような騒動は起こっておらず、まさしく捏造された報道だったのです。金メダルを取ったロシアに抗議する際に、
日本人も言っていると日本の影に隠れようとしたのですね。さらに世界的に問題となっている売春婦ですが、店の名前を日本の都市名にしたり、日本人と偽ったりと、まさに悪いことをするときは日本人と名乗ろうの典型例です。また近年の日本人なりすましは激化しており、国が主催する大きなイベントでもこのようなことがありました。フランスで行われたジャパンエキスポ。これは日本をテーマとする博覧会で、ほぼ毎年開催される人気イベントです。ある年、このイベントに韓国の漫画出版社が協賛団体の一つとして参加しました。ここでの態度はひどいもので、主催者の用意した日本人ゲストとは関係なしに大量の韓国人を呼んだり、主催者に無許可で国旗を掲げたりしたそう。さらに、日本の漫画の起源は韓国の漫画だと嘘の主張をするなど、やりたい放題だったんだとか。他にも日本の名前を用いた韓国のコンテンツだらけのホームページや和食の看板を掲げた韓国料理店などもあったそう。国を挙げての大きなものから日常的に遭遇するような小さなものまで、韓国人のなりすましや困った振る舞いはいつでもどこにでもありふれているのです。そしてこのような行為について指摘された際、大抵の人は日本が悪いですと主張します。韓国人は自らの行いを反省せず、他者のせいにしてしまう傾向があるのですね。この韓国人の振る舞いについて、海外の人たちから様々なコメントが寄せられています。その一部をご紹介しますので、皆様も何か意見がありましたら、ぜひコメント欄にてコメントください。海外の反応。バンクーバーにもたくさん韓国人がいるけど、彼らは最低だよ。都合が悪くなると日本人になりすますのは当たり前。民族としての誇りに欠ける人たちだ。韓国人が日本や日本人を嫌っているのは知ってるけど、責任を回避するために日本人を語るっていうのには驚き。それってもはや大好きな自分の国をも否定する行為じゃない？彼らは嘘の歴史で日本を非難してしまったと日本人に謝罪しなければいけないと思う。韓国人のことなんてもう誰も信じないよ。本当に韓国人の嘘には呆れ果てる。慰安婦問題だって嘘の証言で歴史を書き換えようとする悪意に満ちているのでは？そもそも政府はなぜ1980年代になるまでこの問題を持ち出さなかったんだ？その犠牲者たちが本当にいるなら、なんで40年間も沈黙していたんだ？韓国の教育現場ってひどいレベルなんだな。子供たちがどうこうでなく、こんな風に指導している大人たちが許せない。外国で困ったことがあると、日本人だけじゃなくて台湾人や香港人のふりもするらしい。とにかく責任を他国や外国人に押し付けたいんだね。恥もプライドもない人たちだ。俺たちヨーロッパの人間はアジアの人たちの見分けがつかないと思ってるみたいだけど、韓国人だけはなぜかわかるよね。正直、国際的な舞台での日本批判はやりすぎだと思う。その一方で、平気で日本人のふりをするなんて、見苦しいにも程がある。カンボジアの世界遺産で迷惑行為をしていた男が日本人って名乗ってたけど、実は韓国人だったっていう事件もあったね。インドのホテルで日本人になりすまして現地人を罵倒してたところに本物の日本人が現れて悪事がバレたって事件もあったよね。以上が海外の人たちの反応です。海外での韓国人の態度に対し怒りを感じている人が多い印象を受けます。また、なりすましが当たり前のこととして通っている現状を作り上げた韓国の教育や大人たちへの不満をあらわにする人も見られました。日本ではこの件についてあまり大事として取り上げられていませんが、なりすましは許される行為ではありません。おそらく韓国も他国の人間が韓国人だと名乗って悪いことをすれば
決して許さないでしょう。例えば、日本人が何か悪いことをして韓国人のふりをしたとします。おそらく韓国国内ではこのニュースが大きく報じられ、日本人は最低だ、人としてありえない、などのバッシングをするでしょう。こういった人としてありえない行為が韓国では日常的に行われていることに韓国人は気づけないのですね。残念ながら韓国では教育の一環としてこういったことが教えられ、それが当たり前であり、今後もしばらくは受け継がれるでしょう。韓国からなりすましが消えるのはまだまだ先になりそうです。今回は日本人になりすます韓国人に関する話題をお送りしてきました。韓国人の間では今なお日本人へのなりすましが横行しており、関係のない日本人が被害を受けることが多いそう。その裏には韓国の異様な教育が関係しており、この間違った考え方を受け継いだ大人が自分の子供にも同じように教育することで、悪いことが当たり前なこととして肯定されているのです。まだ真っ白な子供の頃に教えられたことはなかなか消えませんし、その後の人生において大きな指標になります。この時期に嘘を正しいと教えることの罪の重さは計り知れないのです。ちなみに私は子供の頃に親から、ゲームは1時間したら休憩を入れるようにと言われていたため、大人になった今でも長時間ゲームをするとなんだかそわそわしてしまいます。皆さんが子供の頃に教えられたことで今でも覚えていることや守っていることは何ですか？また、韓国人のなりすますに遭遇したことがある方は、ぜひコメント欄でその時のエピソードを教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。